自然現象で噴火とか落雷とかで落ちたその火花で葉っぱに燃え移って燃えたりだとかして最初の火を見ることになるんですけど、文明をどんどん発達させていく上で欠かせないものになっていった今火をもとにどんどん文明っていうのが発達していった、一つの側面ではだと思うんですけど、最初に起こった火っていうのを始まりの火としてで、チャプター1では、誰しもにとっての第一歩、僕たちは古着を扱っているので古着としての第一歩っていうところに紐づけていって、そういう部分が人々にとって第一章になればいいなと思ってチャプター1という名前を付けました。僕自身がここを始める前に古着屋さんを6年、店長としてやっていて、そこはヴィランズというお店だったんですけど、先輩みたいな方がいて、その人の弟子として、6年ずっと古着を続けていて、僕も6年続けた経緯とバイイングの経験とかそういうものをもっといろんな人に知ってもらいたいなっていうのもあって、そこで独立させてもらってこのお店を開いたっていう形になります。主にヴィンテージの古着にはなりますね。アメリカの古い服、イギリスの古い服、フランスの古い服と、うちで言うと、特徴的なのが日本の古い服にはなるんですけどと、それに合うようなデザイナーズの服とかも織り交ぜながら展開している感じです。蔵出しっていう方法があって、本来であれば骨董屋さんとかが行うような仕入れ方法になるんですけど、日本のこの国の一般的に住んでる人たちのところを回って、古い家だと蔵っていうのがあって木で作られた倉庫で、その倉庫とかを見させてもらうんですよね。家具とかあとは道具とかそういうものと一緒に服が、しまってあるんですよね、言ったら。でそういうところで買い取らせてもらったりとかっていうような形態で仕入れを行っていて、なのでその決まったこれだけが主要で入ってくるよとかっていうのはないんですけど、例えば最近だとホテルを経営されていた方がもう着なくなったものがあるから買い取ってもらえないかっていうお話をいただいて、その方がたまたまギャルソンとか幼児が好きで今店頭に並んでるっていうのが、そういう経緯があって今並んでるっていうような感じなんですよね。タイミング次第でデザイナーズブランドもヴィンテージもこれだけしか置かないですっていうわけではないんですよ。その時見つかったちょっとテンションのいい今着たいよねっていうようなアイテムっていうのを主要で置いてるっていう感じにはなります。今は服が結構強い素材感だったりとか、っていうのも生地に厚みがあるものっていうのが僕結構好きでとか、特徴的な生地、その揺れる生地というか、レーヨンだったりコットンでもちょっと肉厚なもので肌触りがいいもの、そういうものを置くことが多いので、なるべくお店っていうのは削ぎ落としてニュートラルに見えるようにっていうのを心がけてます。僕ちょっと個人的な意見というかにはなるんですけど、やっぱり服って総合的なものだと思うんですよ。ただ着て楽しい、それも服だし、ただそれは一つの側面で、特に古着だとその文化的なもの、こういう経緯があってこういう着方をしてましたっていうのが特に古着だとなのかなって思うんで、リンクさせるようなイメージですかね。チャプター1に置いてある服をただそれとして見るだけじゃなくて、じゃあ美術館に行った時にこういう服着てたいなとか、あとはピクニック行った時にこういう服着てたいなとか、映画館行った時にこういう服着てたいなみたいなシーンを思い浮かべて店頭のディスプレイみたいなのはちょっと素材として点々と置いてるかもしれないですね。やっぱり一番の強みとしてはチャプター1のそもそもセレクトをあまりトレンドにとらわれすぎないようなセレクトっていうのをやっぱ心がけてるんですけど、例えば服って流行ったら廃れるもの、トレンドっていうのはだし、その時はいいと思えても使っていったらちょっとくたってきた時にちょっと違うな、飽きちゃったなってなる方も服好きな方だと多いと思うんですけど、その中でもなるべく質感が良くて素材が良くて長持ちして、で一回やっぱクローゼットに1年とか埋もれちゃっても割り出した時にやっぱり良かったなって、これ良かったなって思えるような服っていうのをなるべくセレクトできるようには心がけてるので、それはチャプター1の強みかもしれないですね。埼玉の方なんですけどが出身地で、周り本当山しかないような場所だったんですよ。その中で自分がこれから先何やっていくんだろうっていうのをやっぱ日々物心ついた時から割と考えていて、やっぱりその地元が退屈だったりとか多分したんだと思うんですよね。でその中で自分がこれから何かやっていきたい、その何か表現していきたいっていう気持ちはすごい強かったんですよ。でそれを具体的に形にしていくのは何なんだろうってずっと考えてて、でただ僕も飽き性というかいろんなことに手を出したいっていう気持ちがすごい強かったんで、自分が表現する上で人にすぐ
僕こうなんですって自己紹介できる方法の中に一つ、服っていうものがあって、そこからどんどんのめり込んでいって服を使って自己表現をしていくっていうような考え方になったのかもしれないですね。普段はデザイナーズブランド、リック・オーエンスだったり、あとは幼児ギャルソンも、今は着るかな、そういうものと、ヴィンテージのものをミックスしていってファッションスタイルっていうのは構成してるかもしれないですね。っていうのも、ヴィンテージのものからインスパイアを受けて今作られてる新しいものとかも、やっぱ結構多いと思うんですよ。ただモディファイというかリプロダクトじゃなくて、あくまでもそのブランドの思想が入ってるものと元の形ですよね、だからをミックスすることによってそこにも親和性が結構あるんじゃないかなっていうので、最初はもちろんああじゃないこうじゃないって言って考えて組んでたと思うんですけど、今は無意識的にそんなことを感覚で選びながら、ちょっと感覚って言葉はあんま好きじゃないんですけど組んでるかもしれないですね。今やっぱ新品で作られてるものの中にはテクノロジーが発展していって安価で作れるからっていう理由でポリエステルのものだったりとか、そういうものも多いと思うんですけど、僕自身がちょっと肌が弱かったりするのもあって、昔からなるべく天然繊維のものを着るようにはしてるんですよ。でそんなのもあって、着心地の良さだったりとか、あとは形のいびつさとか、何をするにも最初のステップだった。要はまだ自分が勉強し始めてそれができるようになるまでってやっぱ時間かかるじゃないですか。服も最初はそうだったと思うんですよね。生地から始まって生地を巻いてローブみたいな感じにして巻きつけるだけの服だったものがだんだん発展していって形を成していってより動きやすいようにとか、その発展途上にあるからこそ生まれたデザインみたいなのがヴィンテージの魅力なのかなとは思いますね。僕の接客スタイルで言うと、なるべく服を見てもらいたいので、居心地よく服見やすいように仲良くなったりしたら結構話すことも多いんですけど、あんまりガツガツは話しかけないかもしれないです。僕ここ立って1年で業界からしたらまだまだ新人な方なんですけど、今後もし続けてったとしてもフレッシュな気持ちとかっていうのは忘れないでやっていきたいなっていうのは思います。今僕がこのチャプター1で行っていることっていうのは、将来的にやりたいことのちょっと凝縮した形というか、今のこの店舗面積でできる最大限っていう形なんですけど、これをもうちょっとやっぱ広いところで見せたいなっていうのもあって、っていうのもその家具だったりとか、あとは美術だったりとか、そういうものが今もちょこちょこはあるんですけど、そういうものともっとフィックスした空間みたいなのはデザインしていきたいなとはちょっと思ってるので、そうですね、店舗拡大していくにつれてより具体的にというか、生活がイメージできたりすることもあると思うんですよね。家具が配置されていてっていう具体的なところまで持っていければ、そこはちょっと目指していきたいかなっていう感じですかね。その直感って言語化できると思ってるんですよ。何が自分がそれを好きと思ってるのか、そうさせてるのかってことをどんどん具体化していくことで初めて自分の業界に入ってこうじゃなかったっていうものもやっぱ自分でそうできると思うんですよね。繰り返していくことによって技術も続けていくことで向上するし、知識も蓄えていくことで向上するし、接客のスキルもそうだと思うんですけど、続けるってことと近いかもしれないんですけど、どんどん突き詰めていくというか、自分で言語化して具体化していくっていうのが大事なのかなっていうのを思いますね。あと純粋に好きで居続ける方法を探したりというか、好きなポイントをどんどん見つけてってあげるっていうのも服をずっと好きで居続けることにもつながるし、それが業界にとってより良くなっていくと思いますし、10代20代の子が、30代40代になってもそれができていれば楽しくアパレルに挑戦できるんじゃないかなって思います。とりあえず来てみてほしいなっていう感じですかね。で対話ですかねができたらいいなとも思いますし、通販とかもやってるんですけど、実際に触ってもらって初めて気づける部分もきっとあると思うので、実際に来てみたりとか触ってみたりとかしてほしいなっていう気持ちですかね。